ヨガイコール女性のやるものと思っていませんか？実は答えはノーであり、イエスであり、今日はねちょっと実はこのヨガの実際のどういう歴史背景でできたのかとか、ヨガの効果についてね詳しく話していきたいと思います。まず一般的にヨガをやるっていうと、皆さん女性がやるっていうねすごく認識が高いと思うし、一般的な女性が趣味のね一つでヨガをやるっていう方多いと思うんですけど、男性も近年少しねヨガをやっていくっていう方ももちろん増えてますし、海外だったら特に男性も結構やる人って多いんですけど、それでもヨガイコール女性のものみたいなイメージが強いと思うんですね。なんですけど、実はね歴史的背景から見るとこれって全く真逆で、ヨガは男性のために作られているんです。これ結構みんな知らない人多いと思うので、これがねヨガの効果をどれだけ出すか、むしろ逆効果にするかっていうところにもつながってきてしまうので、じゃあこの歴史的背景をお伝えしていきます。まずですね、ヨガというのはそもそもインドで、本当に若い、王族とか、あとは、武士みたいなそういった階級世界の中のインドで、いわゆる上流階級のその人たちしか、教えられてこなかったんです。そのヨガのアーサナという部分でいうとね。でも歴史的にはもっと昔々長い何千年も前からそのヨガの本質的な瞑想だったりとか、その下脱みたいなところはもっと昔にあったんですけど、いわゆるアーサナポーズをとっていきながら、体をね鍛えていったりっていう、そういった、現代皆さんがイメージするヨガの動き的なところの部分は、若いそういった男の子向けに作られて伝えられたんですね。それが女性はできなかった。むしろ女性のために作られてないからね。なんですけど、ずっとだからその状態でヨガっていうのは伝わってきて、ということは女性向けの体とか女性向けに作られてはないですよね。でそんな中、1927年にロシアの、女性で、インドラ・デビさんというね方が初めて女性で、その海外の女性でインドに行ってヨガをやって、そこですごくね感銘を受けてアメリカに渡って、この今言われるいわゆるそのヨガというね動きのヨガを女性初として、世界中に広めたと言われています。なので彼女がねもうその海外西洋人の方では初めてヨガというものをこれだけ一般化された、ヨガの母とも言われてるんですけども、そういった背景で女性がやっていくっていう流れができたんですね。なんですけど、このヨガの伝統的な動きとか、そのアーサナと言われるポーズですねは、その伝統に沿ったやり方を皆さん教えていかれているんですけど、実際今の歴史的背景から見たら男性向けに作られているのに、女性向けには体も心もメンタル面も、そのホルモンのバランスも私たち女性って男性と全然違いますよね。それを男性向けに作られたものをそのままやってもいいのかどうかって冷静に考えてみると、それは良くないなっていうのは皆さん分かると思うんですね。なんだけどそのまま伝わっているっていう現状が実はあって、そこが実は女性にとってはやっぱり盲点となるところなんですね。でそのまま男性の特に若い子向けに作られたアクティブなヨガみたいなねヨガを女性がね、特に40代以降の女性だったりとか、月経中とか、更年期とか、そういった女性ホルモンがすごくね敏感な時期だったり変動するような女性たちがそういったヨガをやるっていうことは、やはり逆効果になってしまうということもありえます。なので女性は女性のやり方をやっていかないと、やっぱりこの男性向けに作られたっていう背景からして、解剖学的にもねやはり、すごく効果を出していく、そして怪我をしないいい効果を出すっていうためにはすごく重要になってきます。じゃあどうしたらいいのかっていうね方法なんですけど、まず私たち女性にはホルモンバランスっていうものが、女性ホルモンのバランスっていうものが毎月月経がある方であれば毎月波がありますよね。この波に合わせてヨガの練習も変えていく必要があります。
すごく調子がいい月経後っていうのはアクティブに動けますが、やっぱり月経前だったり月経中っていうのはどうしてもね、体も心も変わってきますよね。その状態の時にはやはり優しいヨガをやったりとか、こういう詳しい話はね、私も講座の中で女性のヨガとかそういったものをやはり大事にしているので教えてるんですけど、そういったとても体を受容させてあげる、休めてあげるようなヨガをやっていくっていうことも大事ですし、かといってずっとね緩めなヨガをやっていても、やっぱり私たち人間体、ね、筋肉骨こういったものがしっかりと肉体使っていかなきゃいけないので、筋肉をしっかり使うということも必要です。なのでアクティブなものもやりますが、それは時期をしっかり見てやるっていうことが大事だし、私たちの体って本当にサイクルごとに変わっていきます。10代20代30代40代もここからずっと老年期まで行く中でもホルモンのバランスっていうのは変わるんですね。なのでその時に最適なヨガの練習を様々取り入れれば、むしろいろんなアレンジ方法ができるので、女性にとってはものすごくヨガって効果的なんです。ただ気をつけてほしいのは、男性的なヨガをずっといくつになっても同じ練習するっていうのは、やはりそれは女性にとっては合わないっていうことなんです。ここの事実を知っていくと、練習方法も自分が受けるヨガも変わってくると思います。ただね、結構これすごく教えてくれる人が少ないんですよ。私も日本国内海外でヨガの先生たち、いろいろな先生から今まで20年ぐらい学んできたんですけど、これについて詳しく教えてくれたことって実はないんですよ。教わったこと。でも私自身がやはりヨガを勉強して、ヨガ以外の解剖学的なものだったり、歴史的背景だったり、いろいろなものをさまざまな角度で勉強した中で見えてきた部分で、自分の実際の年齢を重ねてきて、妊娠出産ね、産後の体とか、その変化をしていく時期で自分で感じて、そしてその実際の事実を見た中で、やっぱり女性はそういうふうにホルモンのバランス変わっていくので、ヨガも練習方法を自分の波サイクルに合わせてやっていくということがとっても大事になります。なのでね、事実ヨガはもともと男性のために作られています。女性のものじゃないんです。だからこそ私たち女性が今これだけブームになってヨガが一般化されてるけども、女性のためのヨガ、女性が自分のサイクルに合った練習方法をしていくということがとっても大事になってきます。なので皆さんの解決策というか、いいこのヨガのね練習方法としては、できるだけそういった女性の体のことをちゃんと理解した上でヨガを教えてらっしゃる先生とかね、クラスを受講するっていうことが女性にとってはやはりいいですし、ヨガフォーライフでもスタジオではそういったベースをすごく力を入れて、女性のために女性のサイクルを考えて教えていますし、私の講座だったり、RIT だったりもやっぱりそこら辺をしっかりと教えるところも、常に意識して力を入れているので、もしね練習とかでもこの私の YouTube でもやっているヨガのレッスンは女性のサイクル別にねその時々にできるものを、出してますので、自分の練習でお家でもぜひやってみてください。